皆さんこんにちは。漫画家兼 YouTuber のボイチです。ここは YouTube の事務室ではありません。仮の場所です。仮の場所の続きです。私は YouTube の事務所はできるだけ埼玉でしたいです。埼玉に帰るのが私の目標です。応援してくださるとありがたいです。前回の映像を撮って今その間にいろいろなことがありました。皆さんブラジルで起こっていることが尋常ではありません。私がお話したじゃないですか。今年はブラジルの漫画界が誕生する元年になるかもしれない。ブラジルのコミックスビジネスが誕生する元年になるかもしれない。こうやってお話したんですが、本当にできそうな兆しが見えています。私の主張の核心は、ブラジル政府が動いてくれなければなりません。ブラジル政府がなぜ動いてくれるのでしょうか。当然動きません。ブラジル政府が突然何の情報もなしに、ブラジル漫画産業の未来がそうそうとしている。ブラジルの10万人の漫画があったらいいな。私たちが支援してあげないと。何の情報もないのに急にこうしてくれるはずがありません。それでブラジルで漫画事業をしたい方たち、ブラジルの漫画家志望生、漫画家の方々、熱心に活動すれば良いことがあるのではないでしょうか。ブラジルの可能性があるということを一生懸命話さなければなりません。私たちはブラジルの漫画界に従事している方々とも話をしています。私なりにまた日本の方でもブラジルと関連して小さな努力をしています。どんな努力なのかは申し訳ありませんが秘密です。いつか時が来た時、私が今ブラジルのためにどんな努力をしているのかをお話しできる機会があれば面白いと思います。私がブラジルにこうやって力を入れている理由は、ブラジルで漫画界の誕生が始まり、ブラジルで始まれば全世界で始まるからです。だからそういう希望を持って今小さな努力をしています。日本国内の動きはますます尋常ではありません。本当に大きいのが来ようとする雰囲気なんですが、と感じるくらいの状況です。このような状況を日本政府もうまくキャッチして動こうとしているようですが、私が日本政府にぜひお願いしたいことは、いらない会議で時間を無駄にしないでほしいです。どうかお願いします。どうかお願いします。慎重にうまくするために会議をするのでしょうが、会議をしながら時間を遅らせてはいけません。すぐに始めないといけません。あまりにも明瞭で当たり前のことをすぐに始めなければなりません。予算を今すぐ策定しなければなりません。支援をすぐに始めなければなりません。すぐにできるのは明らかです。会議は必要ありません。5分だけ考えると5つくらい出ます。当然やらないといけないことをすぐにやりながら会議をしたらいいですね。なぜならこの世のすべてのことにはゴールデンタイムがあるからです。それでお願いしたいです。その次に私が Yahoo! ジャパンで目が行く記事をいくつか見たんです。わあ、この記事面白いね。驚いたことにそのいくつかが、驚くべきことに面白い記事がお一人が書き続けているのを発見しました。偶然の一致か、本当に不思議でした。それはその方と私の考えにリンクする部分があるということでしょう。それでその記事の内容がどういうものかというと、日本の漫画はなぜメガヒットしているのか、こんな記事を見ました。圧縮した内容を申し上げますと、日本の漫画は人が多くて、連載作品数が多くて、週刊連載があるからだという内容の記事でした。そしてジャンプはなぜメガヒットするのか、こんな記事も見ました。編集部が素晴らしいからだという、そういう内容でした。
記事内容を圧縮したので正確ではありません。そして集英社と講談社はなぜ株式上場をしないのか。こんな記事を見ました。理由は漫画産業の中核である編集部を守るためにも内容でした。お一人がこの全ての記事を書いていらっしゃったんです。私はこの方の分析に全員が同意するわけではありません。私たちの主張が同じではありません。しかしそれは重要ではありません。ディテールが一致する必要もなく重要ではありません。そしてディテールは絶対に一致できません。私たちみんな違う人たちじゃないですか。違う経験をして違うことを考えました。考えが一致することができないのが当然です。大切なのは議論を考える人が増えているということです。日本国内で日本の漫画産業の挙手的な発展のために何をすればいいのか、これについて悩みが増えているということです。本当に素晴らしいことです。過去10年間業界内で私一人でこういう話をしていた気がします。そして日本政府が漫画界のための動きと日本の漫画界で起こっていることが尋常ではないということ、この全てのことがとても意味深長だと思います。ディレクターさんはどう思いますか？ぼんやりとしたものが噛み合ってよく回っている、そんな感じです。そうです。歯車が一つの機械装置になっていく感じがしています。この記事を書いた方、本当に応援しています。こういう議論をされている方々が増えてくださればと思います。お互いに考えは違うのが当たり前で、間違えた方がいいと思います。多様な考えが存在しなければなりません。とても素敵だと思います。記事を書いた方はいつか一度会って YouTube で一緒に話を進行してもいいと思います。もし私たちの映像をご覧になったら連絡してくださればと思います。その次に今日のメインテーマです。前に私たちがこういう記事をご紹介しました。日本政府でこれから2033年まで日本コンテンツの海外市場規模を4倍に拡大する予定だ。4倍にして20兆円規模に育てる予定だ。そのためにさまざまな支援事業を行う計画である。こんな素敵な記事をご紹介しましたよね。記事を見てこの内容についてとても喜んで応援しながら、この記事で最も重要なのは日本政府が IT のマインドを持っている証拠だとお話しましたよね。その証拠は何か、20兆円は IT 的なホラ吹きだからだということです。ホラ吹きです。でも IT 的なホラ吹きだから最高なんですよ。 IT 的なホラ吹きとは何か、十分な投資と支援があれば実現して現実になりうるホラ吹き。このホラ吹きを他の言葉で言うと、それはビジョンです。グレートなビジョンだというと、火星に行くつもりだ。本当に素晴らしいビジョンですよね。ところで9年間海外市場を4倍に育てると言っておいて、あと2ヶ月で8年になります。8年間で4倍にならなければなりません。これを実現させるにはどうすればよいですか？それは私もよく分かりませんが、日本の漫画界が日本政府の命令を受けたわけではありませんか？そのためには日本の漫画は何をしなければならないのか。これについては日本の漫画はとても簡単です。他の分野なら頑張っても本当に難しいかもしれないけど、しかし日本の漫画業界ではとても簡単です。それじゃ何をすればいいですか？グローバルデジタルプラットフォームビジネスを日本国内の出版社や企業がすればいいです。さて、これについて簡単に説明します。市場規模の4倍達成は容易ではありません。売上高の4倍達成は容易です。売上公費4倍達成。さあ、これを理解するために、まず日本の漫画の海外出版であることを理解する必要があります。日本の出版社が漫画を作って日本国内で販売すると、
消費者が支払った金額の約 50% が入ってきます。その 50% には印刷費も入っています。編集費用、会社費用もあります。運営費もありますよね。会社の利益などがここに含まれています。その中で消費者が出したお金の 10% が作家の印税です。では日本の漫画が海外で出版されるとどうなりますか？ 6% が売上です。普通 6% なんですけど、6% でもっと多い時もあれば少ない時もあります。半分が漫画家、半分が出版社。まとめると作家は本の 3%、出版社が 3% です。そう合わせて 6% です。日本国内ではおよそ 50% なんですけれども、海外で本を出したら 6% のはずです。8分の1に落ちます。しかしその国で日本の出版社がデジタルプラットフォームを自分でやるとどうなるのか。そうすると消費者が出したお金の全額が売り上げになるでしょう。なぜなら書店や中間流通で発生する費用がないじゃないですか。だから消費者の全額が売り上げになったり、あるいはアプリの手数料 30% を除いて 70% が売り上げになるでしょう。つまり 70% から 100% が売り上げになります。売上高が急に少なくとも10倍になるんですよね。10倍からおよそ17倍。市場全体のパイを育てなくても、デジタル転換をして直接サービスをするだけでも少なくとも10倍になるんです。皆さん、日本政府の目標は何ですか？今後9年間グローバル市場の売上4倍。日本の出版社がグローバルデジタルプラットフォームビジネスを直接するだけでも10倍以上が達成されるから、すでに目標の 2.5 倍が達成されるのです。私が思うに今から2年でできます。1年間各国のデジタルプラットフォームを作り、残りの1年間は正常化させるんです。9年まで待つこともありません。日本の漫画界は2年以内に日本政府の目標値の 2.5 倍、売上高10倍達成も可能です。市場全体が大きくならなくてもいいです。漫画家としてはどうでしょうか。海外出版は 3% が印税だったじゃないですか。しかし海外でアプリを運営して消費者が出したお金の 70% が会社の売り上げになり、そのうちの 50% を作家に印税として支払うことになれば、海外著作権料の収益が12倍になります。海外の読者たちが同じお金を使ったのに私に12倍入ってきたら、私は毎日和牛で焼肉を食べます。収入が12倍にまでなると皆さんもそうなんじゃないでしょうか。ディレクターさんも買ってあげます。毎日和牛可能です。収益が12倍じゃないですか。ディレクターさん、急に収入が12倍になってみてください。私に焼肉をおごってくれないんですか？今の収入の12倍ならお肉だけおごるんじゃなくて、それ以上も買ってあげられます。今の話は必ず覚えておきます。12倍という数字が意味するのは、巨大な一大革命が起こるということを意味するんです。個人に革命が起こるのではありません。産業全体に巨大な革命が起こるという意味です。そんなすごいことが起こります。10倍で終わりません。海外市場の規模が同じなのに、日本の出版社や企業がデジタルビジネスを直接するだけでも少なくとも10倍になると私がお話したじゃないですか。でもここで終わりではありません。以前サウジの漫画プラットフォームの記事を見ると、サウジ内で発表した内容の中で、世界中の読者の 98% は海賊版として違法とみなしている。それで私も同じ話をしたんですが、デジタルサービスに切り替えて適切なサービスを提供すれば、彼らは有料読者に変わることになる。そのことが起こったらどうなりますか？
漫画を買って読む読者の10倍が不法海賊版の読者なのに、そのような正式サービスを提供すれば単純計算しても市場規模が10倍になるという意味でしょう。10倍までじゃなくても、海賊版を見る読者の3分の1が有料転換をすると仮定しても、するとデジタルビジネスの市場規模が3倍になれるという意味です。デジタルサービスを始めると売上が10倍だとお話しましたが、それに有料読者が3倍になると売上は30倍になります。作家のグローバル収入は12倍じゃなくて有料購読者が3倍増えると36倍。ちょっと待って、36倍ですか？36倍は想像もできないほどの変化ではありませんか？しかしここで終わりではない。ここで終わりではありません。私がずっと主張することがあるじゃないですか。その国の漫画産業が本当に成長するためには何をしなければならないか。その国の漫画界があるべきだ。その国の読者は自国の漫画家が作った自国の漫画を見なければならない。そしたら日本の漫画はもっと売れます。今日本の漫画の観点で全ての話をしているんです。特に日本政府の目標値を観点から今話しているのです。日本政府と日本の出版社と日本の漫画界が日本のために世界各国に漫画界を育て、漫画産業を成長させるために努力してくれるとしたらどうでしょうか。そうすると既存の漫画を見る読者数も一気に増えて、支出額もぐんと増えるでしょう。その国の作家たちが成し遂げた成果もこのプラットフォームの売り上げじゃないですか。その国の作家が大ヒットすると、プラットフォームサービスをしている日本の出版社も大ヒットするんですよね。では市場はどのくらい成長するのでしょうか。2倍成長すると思ってみましょうか。ここから2倍では、さっき売上高の30倍の話をしましたよね。30倍じゃなくて60倍になります。夢なのか現実なのかもわからない数字です。そうすれば日本の漫画もより多く売れます。想像もできない数字が出ているじゃないですか。これが可能です。ここまで大きな市場の変化がなぜ可能なのか。今まで何もなかったし、これと関連したことを何もしなかったからです。スマートフォン市場が何もなかった時代から今に至るまでは何倍の成長ですか？無限に成長しました。民間宇宙開発産業、何もなかった時から現在無限倍成長しています。ネットフリックスは最初にレンタルビデオ産業をやりましたが、今のネットフリックス OTT サービスがその時の売り上げの何倍になるでしょうか。想像もできないほどの売り上げが出ているでしょう。何もないところでビジネスを積み重ねて起きることは、60倍は当然夢ではないのです。それ以上も十分可能です。実際に私はより大きな変化が起こり、より大きな成長が起こると思います。これは日本政府の目標と関連したことだけを話した時だけそうだということです。だから私の意見は、できるだけ早く、会議せず検討せず、できるだけ早くこのデジタルプラットフォームビジネスが作られるために日本政府が支援しなければなりません。そして日本企業が投資しなければなりません。このデジタルプラットフォームビジネスを作ろうとしているのは、投資を受け支援を受けられるように準備しなければなりません。そのようにしてプラットフォームビジネスを進める必要があります。その次、日本政府はこれとともにこの売上高の変化が日本国内で起こる変化、漫画家志望生の数が爆発的に増加し、漫画産業が非常に活性化し、漫画家数が増加する。これに備えてセンターを作って支援事業を構想しなければなりません。さらに巨大な成長のために世界各国の漫画界が誕生し、漫画家たちが誕生しないといけないじゃないですか。それを支援する準備をしなければなりません。
日本政府が誰のために、日本のために。今日の話はここまでです。皆さんありがとうございます。